次の問題はこちらです。画像認識における敵対的サンプルの一般的な特徴として正しいものはどれですか？ 3 択です。A、加えられるノイズは非常に大きく、人間が見ればすぐに加工されているとわかる。B、ノイズを加えることで画像内のオブジェクトの輪郭が完全に消えてしまう。C、人間の目には元の画像との違いがほとんどわからないほど微小な変化であることが多い。ABC、どれが正解でしょうか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。正解はこちらです。C、人間の目には元の画像との違いがほとんどわからないほど微小な変化であることが多い。これが敵対的サンプルの一般的な特徴です。説明していきます。ここではですね、AI の弱点をついた攻撃の一つとして敵対的サンプル攻撃というものがありますので、それについて紹介します。敵対的サンプルというのはさっきの問題でも出てきましたけど、機械学習のモデルを騙すために入力データに人間には認識できないほどの小さいノイズを加えて、そのノイズを使うことで AI を誤判定を誘導するようなデータのことを敵対的サンプルと言います。順を追って説明すると、まずパンダの写真があったとします。これって人間の目から見るとパンダですよね。で、AI ももちろんこれはパンダですよねと回答することができます。ところがですね、図の真ん中にあるように、このパンダの画像に対して人間にはわからないほどのすごく小さいノイズですね。ノイズを特殊な計算を使って加えます。はい。そうすると人間の目からはパンダと判断する。ほとんど何も変わらないのでパンダと判断するんですけど、しかしこのノイズ付きの画像を AI に見せると AI さんはなんと、これはテナガザルですねと全く違う答えを出してしまうということになっています。なので人間にはパンダに見えているのに AI の目を使うとこれはテナガザルと判断してしまうと。はい。このようにノイズを使って誤判定させるっていうのが敵対的サンプルを使った攻撃ということになっております。じゃあこの敵対的サンプルでの攻撃がどのような問題を引き起こすかというと、例えばやっぱり認証システムの突破ですよね。顔認証とか、そういった時に例えばですけど特殊なメガネをかけるとか、特殊な画像を見せるとか、そういった時に誤認識を誘導して認証を突破するとか、そういったことが考えられたりします。なので AI をより安全に使うためにこうした AI 特有のセキュリティ対策っていうことを考えていくってことが大事になってきます。ということで、じゃあ実際にはどのような問題が出ていたのかと言いますと、こちらですね。令和6年秋試験の問いに、AI による画像認識において認識させる画像の中に人間には知覚できないノイズや微小な変化を含めることによって AI アルゴリズムの特性を悪用し誤認識させる攻撃はどれですか？ A、アダプティブリーchosenメッセージ攻撃。E、アドバザリアルエグザンプルズ攻撃。U、ディストリビューティッドリフレクションディナイアルオブサービス攻撃。E、モデルインバージョン攻撃となっております。はい、皆さん、あいうえ、どれが正解でしょうか？はい、回答ありがとうございます。ちょっと英語になってるんで、少し難しい側面もあったんじゃないかなと思います。私は読み方が難しかったです。ただ正解は皆さんおっしゃるようにいいですね。アドバザリアルエグザンプルズ攻撃ですね。いが正解ということになっております。では解説していきます。先ほど説明した通りなんですけれども、さらっと説明しますね。はい、敵対的サンプル攻撃を、英語ではアドバザリアルエグザンプルと言ったりします。で、これは
AI を誤認させるために、人間には判別できないような極小のノイズを意図的に加えた入力データを見せて誤認させる攻撃ですよということになってますね。さっきも説明しましたけど、パンダの画像を見せて、これはパンダですねという情報も、ノイズを加えることによって AI が間違えて、これはテナガザルですねとご判断してしまうということになっています。で、意図的に誤った判断を誘発させる攻撃なので、さっきは言いませんでしたけど、例えば自動運転の標識とかですね、そういったものに、悪意を持った人がこういう敵対的サンプルとして止まれの標識に対してここの制限速度は50キロですよとか、そういった誤認させるようなノイズを貼ることによって、社会秩序を乱したりとか、そういったことも考えられたりするので、こういった敵対的サンプルってすごく怖いですよね。なんか私はそういったことがあるんだということを知ってゾッとしましたけど、AI に頼りすぎないような仕組みを作らなければいけないのか、はたまた AI の精度を高めていくっていう風になっていくのか、これから先どうなるか分かりませんけれども、私たちはそういった危険性があるんだなっていうことをしっかり知っていくっていうところがまずは大事なのかなというふうに思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そしてマサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティではDiscord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。